体に良いと思って毎日食べているものが実は体を少しずつ重くしているとしたら、皆さんは信じられますか？日本のどこにでもある平穏な朝の景色。お父さん、ご飯ですよ。妻の陽子の声が台所から響きます。食卓に並ぶのは炊きたての白いご飯、そして湯気が立ち上がる温かい味噌汁、色鮮やかな自家製のぬか漬け。やっぱりこれが一番落ち着くな。健一は嬉しそうに箸を動かします。日本の伝統的な和食、体に悪いはずがない。ずっとそう信じていました。長年家族のために働き続けた日々、定年を迎えたら妻と2人で健康に長生きしたい。それが健一のささやかな願いでした。毎朝の味噌汁はその健康の証。でもその食卓の裏側に小さな影が忍び寄っていることに、この時はまだ誰も気づいていませんでした。始まりは本当に小さな違和感でした。おかしいな。朝目が覚めた時、健一は手を握りしめました。なんだか指先がいつもより重いような気がします。パジャマのズボンも少しきつく感じられました。お父さん、最近お茶のおかわり多いわね。陽子が急須を持ちながら不思議そうに言いました。そうか？なんだか喉が渇くんだ。健一は湯飲みを干しながら深く考えずに答えました。年齢のせいだろう。そう自分に言い聞かせます。でも夜中に何度も目が覚めてトイレに立つようになり、熟睡できた気がしません。ある日の夕方、健一はお気に入りの靴を履こうとしました。あれ、いつもならすんなり履いる靴がかかとで引っかかります。夕方になると足元がパンパンに張っているようでした。陽子が作るご飯はいつも通りおいしい。特にじっくり煮詰めた煮物やお味噌汁は健一の好物でした。味が薄いと元気が出ないからね。陽子は健一の健康を思い、毎日真心を込めて味を整えていました。その優しさが別の意味を持っているとは思いもしなかったのです。数ヶ月後、家に届いた一通の封筒。それは健一の健康診断の結果でした。陽子はリビングでその紙を見つめたまま動けなくなりました。血圧の数値が昨年よりも明らかに上がっていたのです。お父さん、最近体調本当に大丈夫？陽子の声が少し震えていました。大丈夫さ、どこも痛くない。健一は笑ってみせますが、その笑顔はどこか引きつっていました。週末、都内で暮らす息子の和也が久しぶりに実家へ帰ってきました。居間でくつろぐ父親の姿を見て、和也はハッとしました。父親の顔が少し膨らんでいるように見えたからです。以前よりもどこか疲れて見える背中。親父、なんか少しむくんでないか？和也の言葉に台所の陽子が手を止めました。陽子の目にじわっと涙が浮かびます。和也、お母さんね。毎日体に良いものを作ってきたつもりなの。お味噌汁もお漬物もお父さんが喜ぶからって自分の料理が夫の体を苦しめているかもしれない。そう思うと陽子は胸が締め付けられるようでした。和也は母親の肩をそっと抱きしめました。
責める言葉なんて一つもありません。ただそこにあるのはお互いを思う深い家族の愛でした。その日の夜、和也はスマートフォンの画面を両親に見せました。これ、最近シニアの間ですごく共有されてる情報なんだ。画面にはある医師の言葉が綴られていました。日本の伝統的な和食は素晴らしいけれど、そこには隠れた盲点がある。医師が絶対に自分では控えるもの、それは毎日のように繰り返される過剰な塩分の習慣でした。熱い味噌汁大さじ1杯の味噌、毎食のように並ぶ塩気の効いた漬物、それらは確かにご飯に合いますけれど、知らず知らずのうちに血管に負担をかけていたのかもしれません。体に良いという言葉がいつの間にか盲信になっていたこと。健一は画面を見つめながら静かに自分の生活を振り返りました。俺は健康のために食べていたつもりだったが、陽子もその画面をじっと見つめていました。誰のせいでもない。ただ知らなかっただけ。家族の食卓を見直す瞬間が静かに訪れていました。次の日の朝、台所からいつもと違う香りが漂ってきました。健一が覗き込むと、陽子が真剣な表情で鍋に向き合っています。いつもならすぐに味噌を溶き入れるところですが、陽子は昆布と鰹節からじっくりと出汁を取っていました。お父さん、今日から少し変えてみるわね。陽子は微笑みながら味噌の量をいつもの半分にしました。その代わりに香り豊かなすりごまとネギをたっぷりと入れます。だしのうまみが怖ければ味噌が少なくても十分に美味しく感じられる。それは本で読んだ新しい工夫でした。そして食卓の上、いつもの塩辛いお漬物の代わりに酢ときな粉を少しあえたトマトのサラダが並びました。どうかしら。陽子は少し不安そうに健一の顔を見つめます。健一はお椀を持ち上げ、汁を一口すすりました。次の日の朝、台所からいつもと違う香りが漂ってきました。健一が覗き込むと、陽子が真剣な表情で鍋に向き合っています。いつもならすぐに味噌を溶き入れるところですが、陽子は昆布と鰹節からじっくりと出汁を取っていました。お父さん、今日から少し変えてみるわね。陽子は微笑みながら味噌の量をいつもの半分にしました。その代わりに香り豊かなすりごまとネギをたっぷりと入れます。だしのうまみが怖ければ味噌が少なくても十分に美味しく感じられる。それは本で読んだ新しい工夫でした。そして食卓の上、いつもの塩辛いお漬物の代わりに酢ときな粉を少しあえたトマトのサラダが並びました。どうかしら。陽子は少し不安そうに健一の顔を見つめます。健一はお椀を持ち上げ、汁を一口すすりました。劇的な奇跡が起きたわけではありません。次の日にすぐ血圧が下がったわけでもありません。けれど1ヶ月が経った頃、朝目が覚めた健一は自分の手をじっと見つめました。指がすっと曲がります。重苦しい腫れぼったさがいつの間にか消えていました。
夕方になってもお気に入りの靴がすんなりと履けるようになっていました。お父さん、最近なんだか顔色がすっきりしてるわね。陽子が嬉しそうに言いました。ああ、自分でも驚いている。体が軽いんだ。健一は陽子の手をそっと握りしめました。その手は毎朝出汁を丁寧に取ってくれた温かい手でした。陽子、ありがとう。お前のおかげだ。その言葉に陽子は耐えていたものがあふれるように涙を流しました。今までの自分の料理を責めていた心がスーッと溶けていくようでした。健康でいることは何かを我慢することではない。大切な人と長くおいしいねと笑い合うために食卓を少しだけ優しくすること。二人の歩みは本当にゆっくりでしたが、確かな変化として体の中に息づいていました。今日も佐藤家の台所からはトントンと心地よい包丁の音が聞こえてきます。食卓に並ぶのはやはりご飯と味噌汁。見た目は以前と何も変わらない日本の普通の食卓です。けれどそのお椀の中には家族を思う新しい知恵と優しさがいっぱいに詰まっています。良かれと思って続けていることが時には小さな負担になっていることもあります。大切なのはそれに気づいた時、いつでも少しずつ変えていけるということ。皆さんの家の味噌汁は今日どんな味がしていますか？愛する人のためにほんの少しだけ食卓を優しくしてみるのもいいかもしれませんね。